相手国でのシニアコンサルタントの福原でございます。過去2回にわたって、新鮮開発における要求品数をどうやって把握しますか、それの中にどうやってメリハリをつけますかという話をいたしました。今回は、そうして出来上がったものを実現するために、技術的にはどういう問題があるかということを明確にするための手順を考えてみることにいたします。お客様の要求品質というのは実際には言葉でしか表していないので、これを実現させようと思っても技術屋さん困っちゃうわけですね。で、QFD ではお客様の要求を声で表して、それを技術の連中がわかるような特性、すなわち重さはどうでなきゃいけない、強度はどうでなきゃいけない、といったような技術屋さんのわかるような目標に置き換えようとします。で、そこのところは品質、これは品質表の一部でありますが、お客様の要求品質に対して、どういう要素が必要なのか、要求品質に対してどう関わりがあるのか、といったことを明確にした、これが要求品質展開表、いわゆる品質表というものの要素ですが、こうやって整理をすることによって、お客様の要求を高めようとしたら、このマークのついてるところのどっかを変えていかなきゃいけない。どこに注目するのが一番効率的ですかねというのをこの品質表の中から読んで、で、それを検討しようというのが狙いでころであります。模型で説明しますと、例えば、このボイスの充足レベルを上げようというふうに考えたとします。で、上げるためには技術者の分かる品質特性について、どれかのレベルを上げないことにはこれが上がりません。で、関連を調べると、これは非常に大きな関連を持つよ。これはやや強い関連を持つ。これ弱いけども関連があるよ。いくつかの特性項目が絡んで、このボイスの充足度を決めています。で、これらの技術の要素が、現状のレベルで言うと、高いよ。これは低いよ。これはまあまあだね。いったような、まあ、わかりやすく言うと、競合と比べてみたらわかりいいんですが、言ったような形で品質表っていうのは整理をされます。さて、これを上げようとすれば、この A、B、C、D、E の特性のどこに注目するのが有効でしょうかねいうのを、これを眺めてみると、誰が見ても、この D っていう新速性は関連が非常に強いのに充足度が落ちてるよね。これを上げないことにはこれ上がらないよね。のを選び出すってことは、この絵から言えば簡単に評価ができる話だと思いますね。で、これは関連強いけど、現在もうすでに強いですから、これを一生懸命上げても、ここにはそれほど効くとは思えない。となると、やっぱりどうしてもこれが重点ポイントになるというのを、まだできるかどうかって議論は全くしておりませんが、着目すべきはここだね、という絞り込みは可能になると思います。ところが、技術というのはとってもややこしいことがありまして、この特性項目をダントツにレベル上げようとすると、他の項目に影響が来ることがある。他の項目に影響が来ることがある。特に、相乗効果を示すような丸だったらいいんですが、逆の関係になる。これを上げれば上げるほど P という特性が下がりますよ。みたいな関係があるところは要注意ですよね。これの関係するボイスのレベルが落ちる可能性がありますから、だから、要求を上げるために他の要求品質の充足度が落ちてしまうと、お客さんにはとっても迷惑なことかもしれない。そんなことはないでしょうね。というところをやっぱり確認をしておく必要があります。
もしも無視できないような要求レベルダウンが考えられるんであれば、こればっかり一途に上げるってことはとっても危険なことかもしれません。となると、これはほどほどにしておいて、他のところで頑張る要素がないかね。いう、この品質表の関係を議論しながら、目の付けどころ、まだレベルは言っておりませんが、目の付けどころを選ぶというのが、この品質表の役割だということになります。で、これも従来からはこれをスコアをつけて計算すれば自動的にネックが見えてくるよねという論理が展開されたこともありましたが、これもハイテック流で言うと、これは関係者、技術の関係者がより集まって、これを注意深く読み合って、それで落としどころを考えた方がいいよね、という展開を進めています。具体的には、今探した項目を上げようとしたら、廃反することはありませんか？廃反するところは解決できるんですか？できないんだったら、別の項目を見なきゃいけませんね。というサイクルを回す。で、そういうサイクルを回した上で、目標、あるべきレベルを設定する。まあ、今度はレベルによっては、技術的に今から間に合うんですか？できるんですか？できるんであれば、頑張っていけばいいんですが、できないよ、とてもじゃないが、次の製品には間に合わないよ。だからそれでもやれって言うと無理がきますんで、だったらもう一遍見直しましょう。見直しましょう。あるいはもうできないと言ってる余裕はないから、今からそこだけ先につまんで先行開発を先行検討やりましょう。で、いろんなポリシーが出てきて、で、実現可能なところまでを徹底して議論しながら読み込む。要するに、技術の世界っていうのは、この要求を満足させるためにはこれしかないっていうことはありませんので、いろんな組み合わせを持って、これを総合的に満足させる方法を考えましょうね。言った検討の仕方を推奨しております。で、ありがたいことに、我々はすでに市場で満足できるような製品、ほぼ満足できるような製品を提供してますんで、こういった議論をしなきゃいけない項目がたくさん出てくるってことは現実的ではありませんので、これこそ、絶対に逃すわけにいかないねという項目をうんと絞り込んだ状況で、こういった議論を徹底してやることによって、ネックの項目の解決策を実現可能なレベルのところへ落とし込むという会話をしよう。これが企画目標を設定するときの非常に重要な役割だということが予想できていただけたと思います。で、まとめますと、設定した目標は従来の設計の延長で実現できそうですかね。もしも難しそうだったら先行して解決策を考えましょうね。ダメだったら目標の見直しをやらなきゃしょうがないですね。からもう一つは過去に痛い目を見た品質問題の再発防止できてますか？あるいは採用している新技術があるならば、新技術は充足で上げることに役に立つでしょうが、そのことによってさっき申し上げた予想外のトラブルを引き起こすことはないでしょうかね。これ検討を設計を始める前に十分にやっておいた方がやり直しがなくて済みますね。で、我々の経験からいくと、こういう該当する項目を、わかりやすく言うと試作完了前までに、こういった該当する項目の解決をしておけば、このプロジェクトは立ち上がりまでにやり直しを減らして、もう右往左往することなしにスムースな開発につながっていくということはもう間違いなく主張できるところだと思います。したがって、こういった該当項目に対して我々の持っている知恵を結集しよう。これが
プロジェクト全体の品質を確保する非常に重要な鍵を握っているというふうに言えると思います。非常にロマンチックな展開に見えるかもしれませんが、これが自分たちの進める中で一番納得感のある整理の仕方ではないかなと、ハイテク流では考えています。以上で、企画目標の設定、いわゆるネック技術を明確にするとこのプロセスの概略を説明いたしました。ご清聴ありがとうございました。